はい、こんにちは、ゆきです。今日はね、久しぶりに日本語で話したいと思います。今まではね、英語で話すことの方が多かったんですけど、ちょっとね、皆さんから日本語で話してほしいっていうコメントがあったので、ちょっと今日は日本語で話したいと思います。まあね、英語だけだと自分の言いたいことが全て言えなかったりするので、日本語の方がやっぱり楽です。ですけどね、If you need English subtitle, please press the CC button. やっぱりちょっと英語は難しいです。で、今日のテーマは、3は絶対につけよう。これです。3って言っても、数字の3じゃないですよ。数字の3じゃなくて、木村さんとか鈴木さんみたいな名前につける3のことです。3って英語で説明すると、ミスターとかミスって説明する人も多いと思うんですけれども、実際ね、英語圏の方ってあんまりミスター、ミスって使わないですよね。僕もオーストラリアに数年住んでて、仕事もね、いくつかしました。ファームみたいなすごいカジュアルな仕事とか、あとは歴史的なホテルのね、スタッフとしても働いた経験があるんですけども、そこで働いてた時もね、ミスター木村とかって呼ばれたことはなかったです。基本的には、How are you? Hi, Yuki? みたいな。ユキって呼び捨てで呼ばれることの方がもうほとんどでした。僕より年下の人も普通にユキって言いますし、僕より年上の人も当然ユキって呼んでましたしね。お寿司の移動販売もオーストラリアでやってたんですけど、もうその時はユキでもミスター木村でもなくて、寿司ボーイって寿司ボーイって呼ばれるぐらい、もう全然ね、もうミスター木村って呼ばれることは全くなかったです。逆にいつ使うのっていうぐらいミスターとかミスって英語圏の方は使わないですよね。だから日本人の使うさんとは意味がニュアンスがちょっと違うんだと思います。日本人が使うさんはテキストとかには自分より目上の人とか年上の人の名前を呼ぶときに失礼にならないようにその人の名前の後ろにさんをつけて呼びましょうって書いてあると思います。例えば今僕は30歳なので30歳より上の人の名前を呼ぶときには3をつけて、僕と同い年、または30歳より下の人の名前を呼ぶときには3をつけなくてもいいっていうことですよね。あるいは同じ年でもその人の方が僕よりも長くその会社で働いている場合は、その人は僕にとって目上の人、先輩になるので3をつけて呼んだ方がいい。そういうことになりますよね。じゃあここで問題です。もしその人が自分より年下だけれども、その人の方が長く同じ会社で働いている場合、その人は目上になるので3をつけた方がいいのか、いやいやいや、自分より年下なんだから3はつけなくてもいいとか、どっちでしょう？これはかなり難しいですよね。なんで俺が自分の息子みたいな年のやつのことをさん付けして呼ばないといけないんだよとか、なんで私があの子のことさん付けして呼ばないといけないの？私は40で、あの子は30歳じゃないみたいなね。こういう問題ありますよね。実際あります。年の差が1歳2歳ぐらいだったら気にならないですけど、10歳も20歳もあると3はつけたくないなって思う人もいると思います。で、実際ね、日本人の方でもいますしね。けど僕は絶対に3を使いますし、皆さんにも3を使うことをお勧めします。あと、もし相手が年下の場合で、先輩、3をつけて呼ぶのやめてくださいってお願いした時には、逆に、ごめん、3だけはつけさせてってお願いし返してください。これはね、本当にお願いします。なんなら先輩後輩に関わらず、もう大人になったら相手の名前を呼ぶときは3をつけて呼んだ方が絶対にいいと思います。もちろんね、相手が子供とか、あるいは同僚ですごく仲のいい人の場合は別ですよ。けど自分が大人で相手も大人の場合は絶対に3をつけるべきです。で、これにはね、理由があります。なんでかというと、3をつけないと自然と話す言葉もちょっとカジュアルになりすぎてしまうというか、言葉全体がちょっと汚く聞こえてしまう恐れがあるんですね。例えば、木村さん今日何した？
って聞くのと、木村今日何したって聞くのだと、日本人にとってはね、結構ね、聞こえ方がね、違います。多分100人中100人が最初の方がいい印象を持てるって言うと思います。日本語の文法的にはどちらもカジュアルな表現ですけど、聞いてる方としては、木村さん今日何したの方が柔らかく聞こえますし、話してる方もね、自然と、もうちょっと丁寧に話そうかなって意識するようになるので、周りからも、この人はちゃんとした人だな、ちゃんとさんを使える、ちゃんとした人だなって思ってもらえます。逆にさんをつけないと、この人はそういう育ち方をした人なんだな、礼儀を知らない人なんだなって思われる可能性がかなり高いです。あと、相手が後輩だからって言って、木村、これやっといてとか、木村まだ終わってないのみたいな、ちょっと失礼な態度をとってると、もし相手の人がどんどん出世して、自分より立場が上になった場合、今度は相手が目上の人になるわけですから、木村さん、ありがとうございます、みたいな、こんな話し方になっちゃうと、ちょっと嫌ですよね。このアリチュードの変わり方、この態度の変わり方がすごく大きくなって、ちょっと相手の人もね、うわ、何こいつみたいな思う可能性があるんで、もう最初から3をつけといた方が絶対にもうお得です。もちろん3をつけない日本人もいますし、3をつけないからといってその人が絶対悪い人かって言ったらそうではないんですけど、最初の印象としてはね、3をつけないとちょっと印象が悪いです。すごい笑顔ですごい優しくて、他のことが全てきちんとできる人は3が使えなくても周りの人が理解してくれると思うんですけど、やっぱりね、最初に会う人はあなたのことをほとんど知らないわけですから、とりあえず3はつけようねっていうのが僕の意見です。あと、ほとんどの日本人は皆さんが3をつけない文化で育っているってことは知っているので、たとえね、皆さんがHey 木村元気とか Hey 鈴木元気って言っても全然傷つかないし悪い気持ちにはならないと思うんですけど、もしね、皆さんが将来日本で働きたいとか、どこか日本人のコミュニティに入って日本人のお友達を作りたいっていう時には、やっぱりね、最初は3を使って、で、基本的に相手の名前を3をつけて呼ぶ場合は、木村さんみたいなラストネーム、ファミリーネーム、名字に3をつけて呼んでください。特に会社の場合はね、あんまり名前に3をつけて呼ぶ人はいないです。男性、女性、どっちも3で大丈夫です。あと、くんちゃんは子供までです。友達もいいですけど、基本的には3です。はい。今日はこんな感じで終わりますけど、もしね、日本についてとか、日本語について気になることがあったら、どんどんコメントください。あとね、パトレオン、何度も言ってますけど、パトレオンでもね、日本語についてとか、日本について話したりしてますので、ぜひぜひ登録の方、よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。